もしあなたの中の別人格が知らない間に殺人を犯していたとしたら、2017年4月6日、アメリカオハイオ州シャンペーン、一人の少年の通報を受け、彼の自宅へ駆けつけた警官はその家の状況に言葉を失いました。ひどいありさまだな。玄関からリビング、階段まで飛び散った大量の血痕。さらに血痕をたどって2階の寝室に入ると、ベッドの上に血まみれの女性が横たわっていたのです。女性の体には無数の刺し傷があり、すでに息をしていませんでした。そしてキッチンからかすかに聞こえてくる少年の怯えた声。僕じゃないんだ。受話器を握ったままキッチンに座り込んでいたその少年はドノバン・ A ・ニコラス。通報したのは君だね。そう問いかけながらドノバンの顔を懐中電灯で照らした警官は同時に思わず息を飲みました。なぜならドノバンの口は耳まで裂けていたのです。耳元まで口が裂けた異様な姿で発見された14歳の少年。その裂けた口と女性の遺体が意味するものとは。葛藤を抱える日々の中で少年の心には悪魔が住み着いてしまったんです。おさすけちゃんです。みこです。というわけで、やみこさんね、呪音って知ってます？呪音知ってますよ、もちろん。知ってます？あれでしょ、かやこでしょ。そうですね。日本のホラー映画で言うとね、もう結構伝説的な、僕の中では傑作中の傑作、清水崇監督っていう方がね制作した映画ではあるんですけど、一番怖いと言っても過言ではない。そう、やっぱあれを超えるのねマジでなくて、俺の中で。はいはい。でなんであれが怖いのかなって、ちょっとこの間配信系のサイト見てたら、呪音がね懐かしの映画でおすすめされて、予告だけ見たの久しぶりに、思い出しちゃって、なんで呪音って怖いんだろうと思った時に、そんなこと考えたんだ。日常生活に溶け込んでるからだと思う。そうなんだ。だから誰の家にでもありそうな間取り。そういうこと。間取りっていうかシチュエーション。例えば呪音で言うと、布団の中からかやこが出てきたりとか。私なんか怖すぎてあんまりさ、はっきり見てないから覚えてないんだけど、そんなシーンがあるのね。そう。あとシャンプーこうやってシャカシャカやってたら、ここの後ろに手がこうやってあって、はっってなるシーンとか。あとさ、マンションのエレベーターでさ、エレベーターのドア自体に窓がついてて、各階がさ一瞬見えるやつ。わかる。そう。上に行くときに全部としおくんがいて、自分の階に着いた瞬間にとしおくんがいなくなるみたいなのもあったりとか。なんかこういう、なんて言うんだろう、日常に溶け込んだ恐怖っていうのが、なんか毎回こう思い出したんだよね。風呂入ってる時とか寝てる時とか。でこういう怖いのいいなみたいな。だからなんかね、ちょっとそういう映画ね、誰か作ってくんねえかなみたいなさ。呪音を超える映画を作るのを心待ちにしてるわけ。そう、呪音を超える映画、もしくはもうあるけど俺が知らないだけかもしれないんで、ぜひね、コメント欄で、これは呪音より怖かった、これおすすめですっていうのあればね、ぜひコメントしていただければと思います。今回ご紹介するのはアメリカ・オハイオ州で起きた殺人事件について。この事件ではですね、14歳の少年が女性を殺害するんですが、奇妙なことにその少年が発見された時、その少年の口は耳まで裂けていたんです。口から耳まで、なんかそのジョーカーみたいな、なんかめちゃくちゃ怖すぎるんだけど、なんでそんなことになったのよ。少年はですね、自ら自分の口を裂いたんです。なぜならそうしなければならない理由があったからなんです。事件当日、遺体の見つかった家のキッチンで怯えていた少年。警察に問われると、彼は不可解な発言をし始めたんです。僕じゃない。2017年4月6日、アメリカ・オハイオ州シャンペーン、夕方911に1本の通報が入りました。I just killed my mother, and I need to go to the hospital. And what happened? It wasn't me who killed her. It was Jeff. 怯えた様子で話すその少年はドノバン・ A ・ニコラス。彼は母を殺したと自ら通報しながらも、犯人としてすぐに別人の名前を挙げました。なんで、どういうことよ。別に犯人がいるなら何のために自分が殺したなんて言ったの？その理由は警察が彼の元に駆けつけた時、はっきりと分かったんです。その後、ドノバンの自宅へ駆けつけた警官が目にしたのは、荒れ果てた室内と至る所に飛び散った血痕。階段の途中には引きずられたような跡があり、その先の寝室には女性の遺体が。亡くなっていたのはドノバンの父親の恋人、ハイディ・フェイ・ティラー。そしてキッチンでは全身に返り血を浴びたドノバンが床に座り込み、受話器を握りしめていました。警官が近づくと彼は声を震わせながらこう話したんです。母を殺したのは僕の中の別人格なんです。
やったのはジェフだ、僕じゃない。必死にそう訴えるドノバンの口元はナイフのようなもので耳元まで裂かれており、その突拍子もない発言も合わせ警官は動揺を隠しきれずにいました。そこからドノバンは別人格のジェフが時折自分の体の主導権を奪うこと、そして彼が何をするか分からず自分では止められないことを語り始めたのです。ああ、これはもうドノバンが多重人格だったってことよね。その殺人を犯したのはもう別人格だったのかしら。彼のね、発言の通りであれば、その通りなんです。このドノバンの中の多重人格っていうのは、どのように生まれたのか、その秘密に迫っていきたいと思います。少年の心の闇。ドノバンは幼い頃から父とその恋人のハイディ、そしてハイディの連れ子2人と暮らしていました。休日には近所の公園でバーベキューをしたり、ボードゲームを囲んだり、仲睦まじく賑やかな日々を送っていた一家。血のつながりはなくても、ドノバンはハイディをママと呼び、本当の母親のように慕っていました。そんな穏やかな家族関係に陰りが見え始めたのは、ドノバンが13歳の頃のこと。ハイディの連れ子2人が進学や就職を機に家を出て行って以来、ドノバンは感情的になることが増えたのです。うるさい、俺のことにいちいち口出しするんじゃねえ。母親代わりのハイディと口論を繰り返し、学校では遅刻の常習犯に。仲のいい連れ子2人がいなくなった寂しさもあってか、ドノバンの生活態度は目に見えて悪くなっていきました。ハイディが何度注意してもドノバンには響かず、次第に彼はリストカットなどの行為にも及ぶように。父はカウンセリングを受けさせようともしましたが、ドノバンは首を横に振るだけでした。まあ要はね、仲の良かった兄弟2人がどっちとも同時に出てっちゃったわけでしょ、だと言ってもこの荒れ方は異常よね。思春期っていうこともあってね、周りの影響を受けやすかったんでしょうね、これ。そして別人格であるジェフは、心を閉ざす日々の中でドノバンが出会った物語によって作られた人格なんです。父親やその恋人のハイディに反抗し、家族の溝が深まっていく中で、ドノバンは長く自室に閉じこもるようになりました。その孤独な日々の中で、彼はある新しい趣味にのめり込んでいきます。その趣味とは、ネット上で拡散される都市伝説ホラー、クリーピーパスタ。夜な夜な薄暗い部屋で画面を見つめながら、ドノバンはそこに登場する物語や画像を夢中で漁り続けたのです。中でも彼を強く引きつけたのは、架空の殺人鬼ジェフ・ザ・キラー。真っ白な顔に不気味な笑みを浮かべるジェフの逸話は、家族や社会に葛藤を抱いていたドノバンの心に深く刺さったのです。めちゃくちゃ不気味なキャラクターじゃないのよ。まあ思春期の子がね、こういうちょっとショッキングな都市伝説、ホラーみたいなのにハマっちゃうっていうのは分からなくもないけどね。まあ今ね、都市伝説をすごい噛んでたところも可愛いんですけど、アメリカではですね、こういうちょっと恐ろしいキャラクターを生み出すクリーピーパスタっていうね、ネット文化があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、クリーピーパスタについて。ネット上で投稿される短編ホラーや都市伝説の総称であるクリーピーパスタ。その由来は、不気味を意味するクリーピーとコピー&ペーストを意味するネットスラングコピーパスタを掛け合わせたもの。アメリカのネット文化から誕生し、匿名掲示板や SNS で同じ物語が繰り返し拡散されることから、そう呼ばれるようになりました。クリーピーパスタは、実際にあった出来事のような語り口の文章に加工画像を加えて投稿されることがほとんど。そのリアリティの高さから、幼い子供や思春期の若者の中には、登場人物に強く感情移入するケースも報告されています。2000年代後半、匿名掲示板や動画サイトで広まり始めた架空の殺人鬼ジェフ・ザ・キラーの物語。まぶたのない白い顔に狂気じみた笑みを浮かべ、白いパーカーに黒いジーンズ。ジェフのその恐ろしい姿は、引っ越し先の不良少年たちのいじめを発端としています。パーティーでいじめっ子と乱闘になった際、ジェフは顔に漂白剤を浴びせられ、さらに火をつけられる仕打ちを受けました。彼の顔は焼けただれ、醜く変形していますが、ジェフ自身はその姿を気に入ったのです。そして自ら口を左右に切り裂き、笑顔を作ると両親を殺害。その日から夜になると、ジェフはナイフを片手に人々を襲う連続殺人鬼になっていく。それがジェフ・ザ・キラーの物語です。当時こうしたクリーピーパスタは、ホラー好きな若者たちの間でカルト的な人気を集め、ひどい場合だと現実で真似をする者もいました。ドノバンも例外ではなく、ジェフの物語に強く惹かれ、彼の服装や仕草を真似するように、ジェフのようになりたいと語るドノバンの没頭ぶりは、友人たちの目にも異様に映っていたのです。そして母親代わりのハイディを殺害した際、ドノバンはジェフが自分の中にいると言い、殺人を彼のせいにしようとしました。しかし動画をご覧の皆さんもお気づきのように、彼はただジェフに影響を受けていただけで、実際に別人格が存在するわけではありません。そう、ドノバンの殺人は別人格に促されたものなどではなく、
彼自身に明確な動機があったのです。これ要するにさ、二重人格だったわけじゃなくて、別人格がやったっていう言い訳しようとしてたってだけなわけ？そんなすぐバレちゃうんじゃないの？まあこれ架空のキャラクターのせいにするあたりね、まだ子供だなって感じますよね。まあここで気になるのはドノバンの本当の動機なんです。彼は思春期特有の親には知られたくないある秘密をハイディに知られてしまうんです。唯一の拠り所。2017年4月6日、ドノバンの自宅では彼と母親代わりのハイディが二人きりで過ごしていました。そしてこの日、ハイディはいつになく険しい表情でドノバンにこう問いかけたのです。ドノバン、あなた恋人とこんなものを送り合ってるの？置きっぱなしになっていたドノバンのスマホを偶然見てしまったハイディ。そこに映されていたのはドノバンが最近ネット上で知り合った恋人とのやり取りでした。そのやり取りの中でドノバンは少女に裸の写真を送らせていたのです。もうこの子と話すのはやめなさい。ハイディは冷たくそう言い放つと、ドノバンのスマホを取り上げました。何するんだ、返してくれよ。必死にスマホを取り返そうとするドノバンをよそに、ハイディはさらにこう続けます。お父さんが帰ってきたら全部話すから。その言葉を聞いた瞬間、ドノバンの心の奥底から一気に憎悪が湧き上がりました。また俺から大事なものを奪うのかよ。孤独に身を委ね行為を繰り返すほどに追い詰められたその日々で出会った恋人とのやり取りはドノバンの数少ない救いでした。やっと見つけた救いを一方的に奪われるその出来事に、ドノバンは怒りを抑えられなくなってしまったのです。恋人とのやり取りにしか救いを見出せないっていうのは、これはもうドノバンにしか分かんないことだしさ、これはもう親子のコミュニケーションとしてかなり難しい問題じゃない。ハイディは間違ったことは言ってないわけだからね、この時点で。ただね、親子は長くすれ違ってたわけなんで、まあ、叱る方法以外でね、本人に寄り添うようなことを模索する必要があったんじゃないかなとは思います。その日の夕方、自室のクローゼットを開けたドノバンが取り出したのは白い T シャツと黒のジーンズ。それらの衣服は彼が浸水するジェフ・ザ・キラーを真似たもの。ドノバンはそれらの衣服に着替え終わると1階のキッチンへと向かいました。そしてキッチンへたどり着くと、そこでナイフを手に取ったドノバン。彼は鏡の前でじっと自分の顔を見つめた後、そのナイフで口の両端を切り裂いたのです。そう、ジェフが物語の中で初めて殺人を犯したあの日のように、ドノバンの顔からは血が滴り激しい痛みが襲いますが、彼は満足げにこうつぶやきました。これで俺はジェフだ。2017年4月6日の夕方、ハイディは2階から階段を降り1階のキッチンへ向かおうとしていた。その最中、ハイディが階段を降り切ったところで物陰から飛び出したドノバンは彼女に勢いよく抱きついた。その手にはついさっき自分の口を切り裂いたばかりのナイフが。ドノバン、あなた何を？ハイディが言い終わる間もなく、ドノバンは彼女の体にナイフを突き立てた。絶え間なく響くハイディの悲鳴と壁や床、家具に飛び散る鮮血。ドノバン、お願い、やめて。ハイディはその目に涙を浮かべながら助けを求めるが、ドノバンは意にも介さず彼女の全身を60回以上も刺し続けた。そしてドノバンが手を緩めたその時、ハイディはまだ生きていた。彼女は痛みに耐えながら立ち上がり、2階へと必死に這い上がろうとする。ドノバンはハイディに追い打ちをかけようとするが、ドノバンが振りかざしたナイフは大きく空振りし、彼自身の太ももを切り裂いた。ドノバンがひるんだ一瞬の隙に、ハイディはその手を逃れ死に物狂いで駆け出した。警察を呼ばなきゃ。2階の寝室に置きっぱなしにしてあったスマホを求め、息も絶え絶えに走るハイディ。そしてドアを開けると、そこには先回りしていたドノバンの姿が。彼は部屋に入りかけたハイディに向け拳銃を構えていた。やめ。父親が所有していた拳銃を手に取ると、寝室へやってきたハイディの頭部へ向け迷いなく引き金を引いたドノバン。ハイディが息絶えたことを確認した彼はその後キッチンへ向かうと、血まみれのまま床に座り込みました。自分で切りつけた太ももから血を流し、意識を朦朧とさせながらも、ドノバンは自身の手で911へ通報。母を殺しました。僕じゃなくてジェフがやったんだ。やがて警察が駆けつけると、彼は抵抗することなく連行されていったのです。犯行時ドノバンは14歳でしたが、重大犯罪を犯した彼はオハイオ州の法律にのっとり、成人同様の刑事裁判にかけられました。裁判においてもドノバンは一貫してジェフがやったと主張。弁護人はドノバンが乖離性同一性障害、いわゆる多重人格障害を患っていると話し、心神喪失を訴えますが、結局その言い分は認められず、彼がただ架空の殺人鬼の真似をしただけであることは明白で、法的な責任能力に問題はないと判断されたのです。迎えた2018年7
月24日、過重殺人で有罪となったドノバンの判決は最低25年仮釈放なしの終身刑、さらに銃器使用で懲役3年が追加され、最終的には少なくとも44歳までは仮釈放が認められない判決となったのです。ドノバンが14歳っていうさ、まだ少年っていうことを見るとちょっと議論が分かれそうな判決ではあるんだけどさ、恋人と裸の写真をさ送り合ってたのを咎められたってだけで母親代わりの人を殺しちゃったっていうのはね、妥当な判決とも言えるわよね。多くの人がね、そう思っていたはずなんです。一方で実はドノバンはこの後も裁判の時と同じ主張を続けていたんです。その結果、この事件はとんでもない結末へ向かっていくんです。判決が出た後、ドノバンは謝罪の意こそ示したものの、なおこう主張し続けました。僕の中には本当にジェフ・ザ・キラーが存在するんです。さらに弁護人を通じ、成人同様に裁かれたことが適切ではなかったと控訴を続けた結果、2022年事件は少年裁判所へ差し戻しに。そして2023年7月9日、21歳の誕生日を迎えたドノバンは釈放されたのです。オハイオ州の少年裁判所は被告が21歳になるまでしか管轄権を持ちません。そのためドノバンがその年を迎えたとあっては釈放せざるを得なかったのです。自由の身となったドノバンは今後の人生を刑務所で過ごす必要がなくなったことに安堵していると言いますが、それでもその道は決して平坦とは言えません。恋人のハイディを奪われた父やハイディの連れ子たちはドノバンをどのように見るのか、また殺人を犯してしまった彼が今後社会でどのように暮らしていけばいいのか、刑務所の外の世界にも課題は山積みのはずなのです。ドノバンは一貫して自分の中のジェフの存在を訴え続けましたが、それは孤独に苛まれた彼の心の叫びだったように感じます。思春期特有の浮き沈みの激しい感情の中で家族とすれ違い続け、よりどころにしていた恋人との関係も断たれてしまった。そんな状況の中でドノバンは自分の憧れた架空の殺人鬼に頼るしか逃げ道がなくなってしまったのかもしれません。あなたはドノバンのように周りに味方がいないと感じた経験がありますか？その時あなたにとって何が救いとなりましたか？もし自分の信頼している人から命を狙われていると知ってしまったら、あなたはどうしますか？2025年5月13日、メキシコハリスコ州サポパン市、とある美容系インフルエンサーの女性がいつものように TikTok のライブ配信をしていました。その手には愛らしい豚のぬいぐるみ。プレゼントされたばかりのそれを彼女は嬉しそうに抱きしめます。画面の向こうには1万5000人の視聴者。彼女はいつものようにファンへの発信を楽しんでいました。そこへ突然入り込んだのは男の声。「やあ、君がバレ」。彼女は彼に対して「はい」と返答。男はニコニコと愛想よく女性へと近寄ります。しかしその直後、強い衝撃を受けとっさに胸元を見るバレと呼ばれた女性。何が起きたのか彼女には理解できなかったことでしょう。そしてそのまま真相を知る間もなく女性は命を落とします。彼女が感じた衝撃の正体はヒットマンの銃撃だったのです。生配信中に現れた男に突如射殺された女性インフルエンサー。彼女の殺害を依頼した黒幕の正体とは？今でも真相が明らかになっていないその理由は、怪しいとされる人物が多すぎたからなんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。